旨味引き出せると思うんですよね。比較的強火でここはしっかりと煮詰まったところに、あとは濃度調整で水を加えると。さあどうも皆さんいかがお過ごしですか。今日は白金のサーパスからお届けします。はい、やってきましたね、この時間が。ちなみに今日はビーフシチューを作っていきます。洋食のね代名詞ですね。で、作るにあたってはそれなりの時間をね使うんですよ。肉を柔らかくするにはそれなりに大きいやつをね。それをちょっとね今回は時短で極力調理時間がかからないようなやり方を紹介したいと思ってます。というわけで早速やっていきましょうか。はい、じゃあ、早速材料紹介です。小麦粉、塩、マッシュルーム、これは何かこうお好きなキノコでも大丈夫です。で、もしあればパプリカパウダーは使いたいですね。なかったら、入れなくてもいいですけど。あとフォンドボー、牛の切り落としです。僕ねちょっと最初冒頭でさも自分も分厚い肉を使うかのような言い回ししましたけどすいません、訂正します。切り落としを使います。とピクルスと玉ねぎ、人参、香味野菜ですね。トマトペースト、一応白ワインです。赤ワインとかがね一般的なんですけど、今回はちょっと軽めに仕上げるために白ワインにしてます。なんで白ワインない場合はねもう買ってほしい、はい。それか日本酒で代用ですね。はい、まずは玉ねぎ、人参はみじん切りにします。そんなすごいこだわって細かくでもなくていいんで、玉ねぎとね人参がやっぱ結構味のバランスを決めてくれるんで大事です。これも皮むいておきます。で、人参はだいたい玉ねぎの半量ぐらいで大丈夫です。でもこれも玉ねぎの方と合わせちゃって大丈夫です。一緒に炒めるんで。マッシュルームはねゴロッとしたカットにするんですけど、ちょっと砂ついてたりするんでこんな感じで拭っておきます。もうこれは4分の1とかでいいです。火入れてると縮んじゃうんで比較的ねこうゴロッとしたサイズ感でいきましょう。これでだいたい200から250ぐらいですかね。普通にねこれ丸めてっちゃいますね。こう折ってでこうキューッと、こういう感じで。切り落としって結構部位がいろいろまばらだと思うんで、こう油が結構噛んでることもあると思うんですけど、特に問題ないとは思います。味染み込ませたかったらしっかりと煮込んでもいいと思います。で、火入りすぎても普通に柔らかく食べれるんで、まずねさっと塩しておきますね。はい、でこのままだと焼いてもほどけるんで、ほつれるというかなんで、ここで小麦粉ですね。しっかりと小麦粉をつけて焼き固められるようにする。ついでにとろみ、小麦粉のとろみとフォンドボー煮詰めた時のゼラチンでとろみがついたりするんで、大体その2つぐらいだと思うんですよね、そのとろみつける要素って。あと蜂蜜入れたりとかのその糖度で持っていくパターンもありますけど、はい、ちょっとピクルス切り忘れたんでピクルス切ります。これなかったら別に入れなくてもいいんですけど、ちょっとしたこう酸味のアクセントに。よし、これで忘れ物はないはず。切り出しは終わったんで玉ねぎと人参炒めていきますね。オリーブオイル少し引いて、でまずはちょっとね強火にしていきましょうか。で一塩します。ちょっとこう揚げ焼きじゃないですけどしっかりとオイルが染み込んでる状態にします。でここは少し時間かかりますね。ちゃんと炒めるんで。こういう香味野菜で味のベース作るのってフレンチとか、洋食ってよくあるんですけど、これをねいかにしっかりやれるかで割とうまみ引き出せると思うんですよね。一番時間かかるのここです。今回のビーフシチューはいいんじゃないですかね。もうぶっちゃけこれぐらいで全然大丈夫です。僕はもう一押ししますけど今回
もうこれ以上待てないわっていう場合はもう全然ここで大丈夫です。だいぶ量減ってきましたね、最初より。はい、これぐらいですね。いいんじゃないですかね。はい、これが野菜の旨味のベースです。で、一応ちょっと軽く拭き取っておきます。この後お肉炒めるんですけど、野菜のカスとかが残ってるとね、そこだけやったら焦げちゃったりするんで。で、もう一度オリーブオイル。で、先ほどのお肉たちですね。これ、小麦粉しっかりはたきましょう。で、できればつなぎ目が先に来るように、ここが一番下に来るように、先にこう、なんですか、固めちゃう、そこを。で、ここでじっくりと焼き固めましょう。じっくりとというか、比較的強火です。ある程度焼き固まってきたなと思ったら動かします。小麦がやっぱ油結構吸い込むんで、油がねあんまりにも少ないとバランスの悪い、焼き色になっちゃうから、そういう場合は遠慮なくオイル足します。いわゆるブロック肉とは違いますけど、でもやっぱねちょっとした肉厚な感じをね楽しめると思うんですよね。これぐらいは最低つけたい、色は。で、ここでこいつを端に寄せてマッシュルームで、マッシュルームにも少し塩します。オイルもあんまりこう弱火で炒めてると水がね出てちょっとビチャビチャってなっちゃうんで、比較的強火でここは仕上げていきます。ここやっぱ大事なのって火を入れることじゃなくて、焼き色をいかにしっかりとつけるか。ここでパプリカパウダー、小さじ1/2ぐらいもしあればちょっと軽く振ります。で、少しだけ揺すりましょう。はい。で、さっきのこの人たち全体揺すってなじませますね。で、トマトペースト、今回このカゴメさんのやつ、これ何グラムだったかな、5か10だったと思うんですけど、それ半分ぐらい使います。少しだけこう気持ち炒める感じですね。トマトペースト炒めたら白ワイン、なるべくしっかりこの白ワインは飛ばします。そうしないとちょっと酸っぱすぎちゃう。いい感じに全体に馴染んできてますね。もうちょい白ワイン飛ばしましょうか。この白ワインがねいかにこうちゃんとした甘さというか、コク深みに変えれるかで、この後がちょっと変わってきます。もうでも結構ね水分なくなってきましたよね。フォンドボ100とか150とかそんな感じです。で、このフォンドボをしっかり煮詰めます。もっと全然煮詰めるんですけど、少しこの段階でね味見ますね。あ、すごくいい。やっぱフォンドボって使い方ですよね。これ俺疑問に思うんですけど、一般的にデミグラス缶売ってることが多いんですよ。僕が知る限りだと。で、デミグラス缶の方が半値ぐらいなんですよ。フォンドボーの方が安いんじゃないのって本来だと思うんですよね。フォンドボーを取ってからフォンドボーをガンガン煮詰めてデミグラスにしていくんですよ。そっちの方が単価高いんじゃないかなと思うんですけど、逆なんですよね。これ面白いなと思って。なんかいろいろあるんでしょうね、事情が。でもフォンドボーをやっぱこう香味野菜とお肉と、あればマッシュルームとで、ワイン使ったりとかして味をね整えていくとね、なんかもうなんてうまいんだろうってねなるんですよ。この味がだいぶ煮詰まりましたね。ちょっとバター1かけら入れます。調整のお水ですね。この 50cc ぐらい。フォンドボーがしっかりと煮詰まったところに、あとは濃度調整で水を加えると。でもう仕上げにコルニッション、あと黒胡椒。これ玉ねぎと人参炒め始めてからこの状態まで煮込んだ時間およそ15分ぐらいなんですよ。本来ビーフシチュー作りますって言ってそれなりのこう肉ブロック肉だいたい1時間半ぐらいやっぱ煮込む必要があるんですよ。濃度も一応確認しといてください。これぐらいドロドロドロっていう感じがあればお米と一緒に食べてもうまくこう絡みつくと思うんで。はい、じゃあドレッセっすね。お米熱っ。パセリ振りますね。
お肉からいきますか。これはうまい。やっぱあっさりしてていいっすね。このコルニッションのちょっと酸味のある感じ、白ワインも使ってるじゃないですか。だからこう重たくないんですよね、全然。でもフォンドボーの美味しさとこう牛肉のパンチがあるから、これは米が進む。これ白ワインの代わりに赤ワインになったらね、よりコクがしっかり出るし、やり方は自由に変えていただいて大丈夫ですね。というわけで時短のビーフシチューでした。ブロック肉の食感とは違うんですけど、お肉がこう何層かになってて、味がねやっぱ染み込みやすいですね。で歯切れがいい。肩ロースとかバラの方がなんかよりこう柔らかさっていうのは感じられるのかなと思います。もも肉の場合はどっちかっていうとこう歯切れがいい感じというわけで、ぜひね、興味ある方参考にしていただけたら嬉しいです。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。